皆さんこんにちは、ゆうです。今日は私のリアルな休日の過ごし方を Vlog チックにカメラに収めてもらいました。今回の相棒は前から乗ってみたかったイタリアのバイクアプリリアドゥオーの660ファクトリーをお借りしました。ロングツーリングや旅も好きなんですけど、結構何回も行ったようなところにまた訪れて新しい発見がないかなって走り回るのも結構好きで、今日はアクアラインを通って千葉県木更津へ向かっています。本能の赴くままにふらっと気分転換してみました。私にとってこの場所は職場があるわけでもなく、自宅やふるさとがあるわけでもないんですけど、なんだか心落ち着く場所、サードプレイスだなっていうのを前々から感じています。せわしない日々から気軽に脱出できるような場所。まあそんな言葉はさておき、バイクに乗ってる人って自然とやってのけてると思うんですよね。自分だけの居心地いい場所を求めて走っている道中すら楽しい、すごい趣味だなぁと改めて思います。パン屋さんのクロワッサンって美味しいですよね。私クロワッサンを作る職人を高校生時代にやってました。学生時代の食欲が化け物のようにありまして、私なんかカロリーの消費にこう体がついていけないから、やっぱたくさん欲してしまうんですよね。でしばらくその運動をやめても欲している体はしばらく変わらないから、その後ガンって太ってて、今日はあれですよ、私の人生の中で初めてに近いアプリリアさんを乗ってきました。ちょっとレーサーにもなれそうな、とてもマルチでツーリングもできるし、超優等生ですね。これは五感を澄まして楽しもうと思って、あえてスペックから入らないようにしようと思って、今回はでもこう一応操作方法だけはチェックして、そのレースモードとロードモードがまずあって、そこからまた分岐してって、ロードモードには3つライディングモードがあって、でそれをねちょくちょく右手ですぐ走りながら変えられるから、それをねダイナミックにしたりコミュートにしたりとか、ちょっと楽しんでこっちまで移動しました。ちょっとこの後もうちょっとこうワインディングも楽しめるところ行きたいなって感じ。なんか湖があるところ
高。今日はなんかもうこんな感じなんで、フィーリングなツーリングにしたいと思います。ちょっと現代人は直感とかインスピレーションとか、なんかだんだんそういうのを信じなくなってる気がして、すぐネットで調べられるし、すぐ誰かが教えてくれるし、今日はちょっとね、こうバイクと対話して耳澄ませようと思います。その今日乗ってきたアプリリアゾウの660っていうモデルなんですけど、でもファクトリーっていう名前がついてて、サーキットとか行きたい人はそこでも楽しめるだろうなっていうなんか力の余裕を感じるけど、コミュートとかにすると一段こうなんか電子制御が効いて、こうエンジンブレーキもちょっと強くなるし、アクセルの回路もこうちょっと回すだけでさっきは動いてたけど少しそこが柔らかくなったりするから、なんかねマルチなの。そのツーリングも行けるし、レースまで、そのレースもその多分初心者にすごい優しいから、私みたいな人にぴったりだと思う。もともと走るスポーツ系は好きですね。スポーツやってきたっていうのもあるし、なんかやっぱ走ってなんぼだろうっていうのもすごくわかる、バイクの楽しみとしては。多分私が
ちょっとひょんなところからその SR とかに出会ってなかったら、本当に最初大型バイクを買おうって思ったきっかけのバイクが外車だったんで、なんかどっかのこう路線で多分アプリリアとかもすごく乗りたいなって絶対思っただろうし、私なぜかバイクはあんま増車したくなくて、今乗ってるバイクで十分って感じで、そういう気持ちになっちゃったんですけど、多分スポーツ系のバイク行ったらいろんなのを乗ったりして、これはなんか 600cc ぐらいの排気量とかで私すごい性に合って落ち着いてるんじゃないかなって思います。撮れてる。ああ、行っちゃうか。